はい、どうもこんにちは。本日は皆さん買われると思います。中古パーツ。買ってはいけない中古パーツ集。こちらをですね、お送りしたいと思います。はい。ということで、今ほら、ヤフオクとかいろんな様々なネットオークションとかってあると思うんですけども、その中で私がこれは買うのはやめておこうというパーツがいくつかありまして、これからね、よくほら、中古パーツでどれだったら中古でいいのか、どれだったら新品の方がいいのかとか、そこら辺区別がつかない方もいらっしゃるんじゃないかなと思って、今回こちらの動画を作りたいと思います。いいですね。結構、何でもかんでも中古いいかなって思いがちなんだけども、意外にこれはちょっと中古はやめといた方がいいよとか、または結局、中古でせっかく安く買ったのに、結局、ここの部分ダメだから直しますとかで、結局新品と同じ値段、またはそれ以上かかっちゃったりとかっていうのもありますんで、そこら辺をね、今回ご紹介したいと思います。最後のオフショットで、ちょっとね、あちらのわらしべのスティングレイの進捗状況なんかもちょっとご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。それでは参りましょう。レッツゴー。はい、ということで、まずは第1点目なんですけれども、1点目はライト関係です。ライト関係の電球とかあるじゃないですか。で、今、純正がフィラメント式の電球タイプで、それを LED に変更するっていう時なんかに、こちらはね、私は中古はやめといた方がいいかなと思います。電球って、安いのだったらほら、1000円以下とかで買えるから、あんまり中古で買う方っていらっしゃらないと思うんだけど、私は正直、電球関係は中古は買わないかなと思います。おすすめはどんなのですか？まあ、おすすめは基本、以前のヘッドライトのやつでもお話ししたけども、予算がしっかりあるんであるならば、国内産。国内産。はい。国産一択。まあ、それが一番間違いないだろうね。やっぱそれにすることによって、安心感もあるし、あと保証がついてたりとか、そういうのがあるから、値段あんまり気にしないっていうんであれば、中には安かろう悪かろうっていうのもあるんで、どこぞのお国の商品なんかはやっぱりよろしくないっていうのもあるんで、まあしっかりね、もちろん作られてるものもありますけども、やっぱり安かろう悪かろうっていう傾向は少なからずあるんで、レビューとかでもあるかもしれないんだけども、やっぱり一番肝心要は耐久性とかっていうのがあるんで、できれば電球は新品の方がいいと思います。中古じゃなくて、もう新品を探した方がいい。そうですね。LED 電球に関しては新品の方がいいと思います。メーカーとかはバルブの種類にもよっていろいろあるじゃないですか。バルブ？ウインカー電球とかだったら S25 とか T20 とかいろいろあるんですよ。もう。で、バックランプだったら T10 とか T16 とかいろいろあるんですけども。まあ、ただ私が相対的にこれいいんじゃないのっていうメーカーは、その以前の動画でもお話しした通り、ベレーノさん。ベレーノさん。ベレーノさん。ベレーノさんは、私は結構いいかなと。明るいし、で、実質自分が使ってみて、耐久性っていうのもあるんで、私はベレーノさんは、もう、どれぐらい前だろうな、前の車のエスティマ乗ってた時からずっと使ってるんで、7、8年ぐらい前から使ってるかな。よかったですか？いいですね。どこら辺が良かったんですか？まず明るい。あと廃光。ヘッドライトに関してだったら廃光もすごいしっかりしてるし。値段は正直高い。高いんだ。高いけど、やっぱ一連保証とかって言ってるだけあって、やっぱ耐久性は間違いなしにあるね。ヘッドライトなんかはいい例だけども、やっぱ廃光もしっかりしてるから、プロジェクター式じゃないやつでも、HAD 式の車両であっても、光軸とかしっかり出るタイプだから、結構ね、私はおすすめかな。でも、ものすごく明るいんで、ぜひ、ベレーノさんおすすめです。別にベレーノさんの回し物ではございませんので。はい。そのベレーノさんの出てる種類、その電球の種類で、ランクはあるの？ランクというと商品によってのランク、そのさらに上があったりとか、まあ、安く手に入るものとか。ベレーノさんは大体もう、この電球だったらこれみたいな感じのラインナップがあるんで、で、ヘッドライトなんかだったら、台座が変わるだけで基本はみんな同じなんで。じゃあ、その、高いとか安いとかじゃなくて、もう単体で出てる感じ。そうですね。ちょっと使いやすいね、それだけって分かってたらね。そうだね。まあ、使いやすいというか、H16 だったら H16 用のバルブとかっていうのはちゃんとラインナップであるんで。まあまあ、あとカプラーが違ったりとかもあるんで。まあそこら辺なんかはその適合の電球に合わせて購入してもらえれば、いろんなラインナップはありますので、ぜひね、そこら辺は私はおすすめかなと思います。ちなみに、こういう打ち替え式の LED。
これほら、純正のテールランプに加工屋さんが打ち替えた LED のタイプなんだけども、これもまあ正直、大丈夫っちゃ大丈夫なんだろうけど、今のところこれ使っててトラブルはないけど、聞く話によると、飛ぶ人もいるらしいです。電球が。そう。で、飛んじゃうと、1個飛んじゃうともう車検も取らなくなっちゃう。ダメなんですよ。これだっていっぱい入ってるよ。いっぱい LED あるんでしょ？これいっぱい LED ある中でも、1個でも電球飛んだのが発見されちゃったりとかしちゃうと、もちろん車検ダメなんですよ。玉切れっていう認識になっちゃうんで。そうなんだ。そう、だから、こういう打ち返し式の LED タイプは、一発飛んじゃうともうアウトになっちゃうんで、そこら辺は注意が必要かなと思います。私さ、ちょいちょい仕事でも、こういたずら心がね、出るんだけど、その電球ほら、いっぱいドットみたいについてるじゃん。それで、ラブとかって。ワゴンある用でも、ネットオークションとか見ると、ハート型のテールランプとか、そういうの売ってますよ。ハート型に光るやつとか。ちゃんとそこだけ電球そう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 。そういうのも全然。じゃあやってよ。いや、私は絶対だ。かわいい。マーブラックはかっこいい車作りです。かわいいのですね。黒が男味あるでしょ。別に。そういえば、カエルさんの動画の中で、ちょっとちょいちょい私の名前出してくれてて、カエルさんありがとうございます。嬉しいね。なんかね、今置いてある、在庫の車両が、なんか黒のスティングレと黒のムーブなんだって。だからそれでちょっとマーブラックだねって言ってたんだけど、今度突撃してみようかな。黒のムーブって珍しいね。いや、そんなことないよ。そうよくありますよ。ムーブったらさ、シルバーじゃん。いや、そんなことない。それ勝手な偏見だよ。黒ムーブなんていいんじゃない？かっこいいじゃん。いや、かっこいいと思う。だから基本黒に悪いものはないですから。ちょっと待って。勝手な偏見。待って。はい。ここに悪い代表がいらっしゃるじゃないですか。カエルさん、伝えておきます。黒の車は売れます。カエルさん、覚えておいてください。黒好きの男はこんな悪い。いや、カエルさんと同じで悪い人間じゃございません。カエルさんはね、いい人だと思うよ。お前カエルさん何知ってんだよ。知らない。見てないんかい。わかんない。ゲームさんはね、本当に何もチェックしない人だから。私 SNS が嫌いなんで。私たちの動画ですら見ない人だから。ということで、カエルさん、黒、いいと思います。ぜひ、これからも黒の車売り続けてください。はい、ということで。こつりましょう。どこ県ですか？兵庫県。兵庫県。はい。兵庫県とは兵庫とはカエルさん、危ないよ。もしかしたらいきなり突する可能性ありますから気をつけてください。ちゃんとコメントに住所書いといてね。大丈夫。お店構えてるからちゃんと住所しっかりやる。やば。でもさ、突ってみて、お休みだったら笑っちゃう。なんかさ、視聴者さんが、なんか突ってきてっていうのはあるけども、こちら側が、YouTuber 同士で突られたっていう。いや、いいんじゃないですか。やってみたいね。それはそれで面白いじゃないですか。じゃあ、いつ行く？またね、今度ね、抜き打ちで行きたいと思います。よろしくお願いします。その時は。はい、じゃあ、ということで、次参りましょう。レッツゴー。次は、アルミホイルです。アルミホイル？はい。アルミホイルも、中古があるの？中古売ってます。全然売ってます。で、アルミホイルも、私も中古でアルミホイル買ったことは何度もあります。何度もあるんだけど、最近買ったので、ちょっとやられたなと思ったのが、引きで写真を撮ってるじゃないですか。商品のね。そう。で、あとは、傷とかっていうのを撮ってはいるんだけど、一番真っ白傷の部分しか撮ってない写真。よくね、スマホでもある。なんでスマホなのか分かんない。私スマホ買うの大好き。なんでスマホコレクター？自分で修理する。また変わってるね。そんな感じで、例えば、ジャンクの商品で、直す前提とかだったらいいんだけども、そのまま履きますっていう時なんかで、中古で買うってなった時は、全体像でズームアップして、よく商品見た方がいいです。正直私そのズームアップして見て、これだったら買えるって思って買ったやつが、アルミの腐食だらけで、腐食？白く濁っちゃうんですよ。水垢みたいな感じ？そんな感じかな。アルミの白いなんかサビみたいなのが浮き出てきてて、引きの画像だと全然映ってないの。だけども、引きのでズームアップしても結局ぼやけちゃって見えなくて、で結局買ってみたら、ずいぶん安いなと思って買ってみたら、もうその腐食だらけだったっていうのがあったんで、これね、私はちょっとあんま中古は買わない方がいいかな。ちゃんとズームアップしてる画像の商品を購入した方がいいと思います。
その腐食した粗熱って復活することはできるの？もう塗り直しちゃうっていう方が一番手っ取り早いよね。または全部削り落としてポリッシュ仕上げって言って研磨してキラッキラにしちゃうっていうのもあるんだけど、正直アルミホイルってほら細かい部分いっぱいあるじゃないですか。メッシュホイルなんかだったらなおさらなんだけど、まず無理だよ。そうだね。そう、ものすごく労力かかっちゃうんで、だから私は正直それだったら新品買うか、それとも中古でもう本当に備品ですよっていう。まあそれでも備品ですよって言っててもちょっと怪しい商品なんかもあったりするんで、まあできれば新品買った方がいいかなと思います。アルミってさ、表面仕上げできるよね。できます。例えばこれなんかも、剥離剤と塗装一回剥ぐとアルミの地が出てくるんですよ。それをめちゃくちゃ磨いて、で、めちゃくちゃ磨いたら、青棒って言って、研磨剤がちょっと入ったやつ、フェルトでビーンって磨くんですよ。そうするともうキラッキラにメッキ加工みたいな感じにはできます。かっこいいじゃん。かっこいいけど、ものすごい労力かかる。頑張って。やらんわ。だからマーブラックはほら、まあマーブラックなんで。だから黒っぽいっていうのと同時に、マーブラックはアルミは洗いやすいホイールを必ず選ぶんで、だから結構スポークタイプが多いから。マーブラックさ、なんかこだわってる割には、その辺は、手抜きなのね。手抜きじゃない。合理的。合理的な部分。やっぱ洗車もよくやってって言っときながら汚いんだけど、そう、洗車なんかもやりやすいように、時短できるように、洗いやすいホイールっていうのは目指してます。ホイールの裏側も洗いたいから。じゃあさ、デザイン重視、自分好みじゃなくて、効率のいいタイプを選んでるってことね。でもデザインももちろん選んでるんですよ。デザインも一応重要してる。そうですね。僕が好きなのは、ワークさんとか、ウェッツさんの、ウェッツさん。知らんわ。なんで3回言う。ウェッツスポーツとワークさん。ワークのアルミホイールは好きかな。まあ、ただ、金銭的にリンゴなんで。リンゴだったらさ、3ホイールにすればいい。はい。3ホイールでいいんじゃない ?3 ホイール？何それ？知らないの？超有名な。3ホイールってキッチンで使うアルミホイルでしょ。アホか。はい、じゃあ次行きましょう。ということで、第2点目は、アルミホイルです。はい、それでは次参りましょう。レッツゴー。はい、続いて3点目。外装です。外装？はい、バンパー、サイドステップ、リアバンパーとかフェンダーですね。これは、買ってはいけないというよりか、基本、修繕する前提で買ってください。買うなら。なんでかっていうと、もし購入する場合は、見るところは、歪み、えぐれ傷がないかどうか。浅い線傷とかだったら、それこそ、コンパウンドで削れば落ちるんだけど、えぐれ傷は、もうパテもらわないとダメなんで。あとは、一番厄介なのは、歪み。歪みに関しては、もう正直素人さん直せません。そうね、だって樹脂だもんね。そう、だから、お湯かけて、ボコンと戻すとかいろいろあるけど、やっぱなんだかんだちょっと膨らみが出ちゃったりとか出ちゃうんで、正直そういう商品じゃないものだったらいいけども、軽い線傷程度だったらいいんだけども、歪みとか、えぐれ傷とか、割れとか、そういうのがあるものは買わない方がいいと思います。値段の関係で妥協するんだったら、ありだけど、本当だったら、やっぱ綺麗に見せたいんだったら、そうだね。ない方がいいってことよね。で、しかも、バンパーとかってサイズがでかいじゃないですか。だから商品の価格が安くっても、意外に送料が高くついちゃう。そうね。そう。だから、結局、あれなんか商品よりも高い送料かかっちゃったよとかっていうのがあるんで、私は正直、エアロ関係はあんま買わない方がいい。中古でだったら、どうせなら買わない方がいいと思います。買うんだったら知り合いの方からとか、そういうのだったら送料かかんないから安くは済むけども、ネットで買うってなると、結局送料代で結構長くいっちゃうんで、それだったら社外のエアロバンパー入れられたんじゃないとか、そういうの結構出てきたんで、同じ値段でね。そう。私は中古パーツでは買わないようにはしています。はい。ということで、3点目は、エアロバンパーです。質問があるんですけど、どうぞ。前もね、何回か言われたんだけど、フェンダーってどこ？フェンダーはここです。これフロントフェンダー。ここはここで外せます。側面のこと？フェンダーっていうのは、このタイヤのアーチのところです。リアフェンダー、フロントフェンダー。なるほどね。そこのことなんだ。なんか、前も聞いたのに、ここね、フェンダーって何って言ったらすごい怒ったじゃん。怒ったじゃん。演出ですから。怒ったよね。お前フェンダーも知らねえんだから、ダメみたいなこと言われて。そうなんです。これがフェンダーなんです。なるほど。はい、それでは4点目なんですけども、4点目は
これは、買ってはいけないじゃなくて、4点目はこういう社外パーツ。そう、このやつ、これなんかは、例えば、まあ、前の動画見ていただければわかりますけども、これなんか MH234 なんですよ。サラサラっと傷があったりとか汚れがあったりとか、あるんだけど、まあ、ここら辺なんか割り切れるんだったら、正直性能には何の問題はないので、私は買っちゃいます。見えないことだしね。そう。ただ、やっぱり、見てくれもすごく重視する。って人なんかは、買わない方がいいよね。そうだね。やっぱり、運送中とかについちゃった傷とかもあるし、そう、それなんかで、やっぱり、ビジュアル大事にしますって人なんかだったら、買わない方がいい。または、綺麗に磨く前提。ああ、研磨して。そう。これなんかも、まあ、磨こうと思えば、コンパウンドで磨けば綺麗にはなるんで。あとはこういうアクセルワイヤーなんかで、結局ここら辺なんか干渉して、擦れたりとかで、ここなんかも色くすんできたりとかしちゃうから。ああ、そうだね。そう。絶対そういうもんだから。だから私なんかはここら辺は割り切るけど、綺麗なのがいいって人は、まあ、新品の方がいいと思います。私は中古では買っちゃいますね。ということで、4点目は、こういう社外パーツクリーン。社外パーツ。はい。次、参りましょう。はい、次は5点目です。5点目は、これはよく純正パーツでありがちなんですけども、樹脂部品。樹脂部品は、例で言えば、こういうクリップとか、こういうクリップなんかたまになぜか、ネットオークションとかで、こういうクリップだけを売ってたりとかするんですよ。平らだもんね、こう。そう。正直私は、なんでこんなもん売ってんだろうと思うんだけども、売ってるんですよ、意外に。ね。そう、だから、正直樹脂もんなんかっていうのは、特にエンジン周りとか、日に当たるところとかだと、やっぱ樹脂の劣化が著しく激しいんで、すぐパキパキな状態なんですよ。だから絶対にそこら辺なんかは、買っちゃいけないと思います。中古。あ、そうか、新品。新品の方が絶対いいです。まあ新品でもいずれはね、劣化しちゃうんだけど、ただ中古だったらもう劣化する状態で売ってたりとかも絶対あるから、私は正直中古物は買わない方がいいと思います。ということで第5点目は樹脂パーツでした。次参りましょう。はい、続いて6点目なんですけども、6点目は伝送系です。はい。こういうナビゲーションとか、レーダー探知機とか、追加メーターとか、いろいろあるんですけども、購入するんであるならば、実動確認が済んでいるもの。これしないと、結構電気物って、まあ私なんかはほら、車内でタバコ吸わなかったりとかなんだけど、結構車内でタバコ吸ってる人のオーディオなんかっていうのは、タバコの匂いで結構侵されやすいらしいんですよ。あ、電気基板ってこと？そう、あんまりよろしくないらしいんで、私の知ってる車屋さんなんかで、カーナビゲーションをよく交換する人がいたんですけど、その人の話なんかだと、やっぱね、タバコ吸ってる車両のナビゲーション壊れやすいんですよ。そう、なので、中古っていうことは、正直どういうふうに扱われてたかもわかんないじゃないですか。だからそうなってくると、必然的に耐久性も不安が出てきちゃうんですよね。悪条件下での使用っていう可能性もありますので、私、まあ最近ね、だいぶこういうナビゲーションなんかも、スマートナビとかになってきたんで、安価なものがいっぱい出てきたんで、あんまり中古買うことっていうのもだいぶ少なくなってきてると思うんですけども、できれば新品パーツを購入した方がいいと思います。こういうレーダー探知機も同じだよね。あとはこういう針式の追加メーター。こういうタイプの針式の。これは、規定の通常時がちゃんとゼロさせてるかとかっていうのを確認した方がいいと思います。これなんかも、これ一応新品なんだけど、微妙にゼロさせてないんですよ。微妙にやっぱ性能が低いんだよね。こういう風に、微妙にゼロさせてないんですよ。そう。だから、細かい人なんかはこういうのなんか嫌がる人も中にはいるんで、厳密にね、競技やる人たちなんかっていうのは、やっぱりちょっとの寸分のズレなんかも、特に水温とか油温とかってものすごく大事なんで、あとは油圧とかね。そういうのなんかってものすごくちょっとのズレで大変なことになっちゃったりとか、エンジンのトラブルにもつながってしまいますので、だからまあそこら辺の精度なんかっていうのは、よく確認してから、もし買うんであるならばね、よく確認してから購入した方がいいと思います。私は新品で必ず買うようにします。そのさ、新品はメーカーはどこがいいの？メーカーは何でもいい。追加メーター？追加メーターとかも、こういうパネルとか、それは正直、これなんかも正直中華製のものなんですけど、まあ、悪くはないよね。だから今一概に安かろう悪かろうの時代でもなくなってきてるのは事実なんですよ。だったら、で、ほら、新品だったら保証も結構ついてるんで、それなんかも含めた上で中古パーツを果たして買うかどうかっていうのも問われてきますので、まあ、できればその値段に見合って、まあもちろんのことなんだけども、値段相応に対して
商品をね、よく選んだ方がいいと。こういう電化製品っていうのは、私は中古はあんま買わないようにする。なんかさ、なんかテレビとか液晶のテレビとかって、はい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 、はい。店頭の展示は安いじゃない？ありますね。そうで、あれの安い理由がさ、はい、バックライトが切れちゃう。まあ使われてたからね。そう、ずっとつきっぱなしじゃない、営業時間。過酷な使用条件からだね。で、それ考えたら、例えば車の中でバックライトがね、モニター消えちゃったらさ。ありがちだよね。だから、そこら辺なんか考えると、まあ新品の方がいいかなとは思いますね。安心をね。そうだね。はい。ということで、第6点目は、電化製品です。はい。本当に6点目？6点目よ。バッチリよ。数数えれないからね。はい、ということで、次行きましょう。レッツゴー。このレッツゴー、カエルさんも真似しかけて。真似しかけて。真似しかけて。はい、じゃあ次行きましょう。レッツゴー。ラスト、第7戦。近いね。はい、第7戦は、サスペンションです。はい。こちらの車両は、このワゴン R は純正なんですよ。中古で買う場合は、私は買わない。サスペンション。サスペンションは基本新品で買います。なんで？で、もし中古で買うなら、は、まあバネのへたりとかもあるんだけども、何より一番大事にした方がいいのは、アブソーバーって言って、ショックを吸収する方。油圧のやつ？そうです。ロッドがちゃんと沈んでも戻ってくるから。で、オイル漏れしてるもの、ロッドが錆びてるもの、シルバーの部分のロッドが錆びてるもの、そこら辺はもうダメです。もうダメ。オイルが漏れてるっていうのは、もうそもそも中にゴムのシールがついてるんですよ。それがもう亀裂が入ってるなり、傷がついてるなりでオイルが漏れてきちゃってるんで、それはもうダメです。密封しなきゃいけないゴムがさ、劣化してったら、ごめん、聞こえない。密封するはずのゴムがね、劣化しちゃったら、そんだけ圧がもうかかんなくなっちゃう。そういうことなんです。ほら、ハッチのダンパーがあったじゃん。もう全く同じ。ああいうことよね。そういうことです。だから結局、もう漏れてるイコール抜けてるから。だからどんどんもう抜けきってる、またはどんどん悪化していく、もう一途をたどるだけなんで、だからそういうものは絶対買っちゃダメです。あとはロッドが錆びてる。錆びてるものも結局その錆びがボコッとしてるから、そのシールを傷めちゃうんですよ。そうするともう物の見事に間もなくシールがダメになるっていう形になりますので、もうそういうものは絶対買わないでください。今ね、油圧式の構造を説明するのに、手がいやらしい動きしてる。両手でね、こうみたいな感じで。こう刺すみたいな。そんないやらしい。まあこれ使うから。絶対使ってやるからな。はい、ということで、もしサスペンション買うんだったら、見てくれも確かに大事です。錆びとかね。錆びで、車庫調とかだったら、ロアシートって言って、ブラケットの調整するネジ式の部分があるんですけども、そのネジ溝部分が錆びてないかとかっていうのももちろんあるんだけども、もし中古でサスペンション買うんだったら、一番大事なのは、そのダンパー、アブソーバーのロッドのところからオイル漏れしてないかと、錆びがないか、あとは歪みがないか。歪み？事故車両から外されたやつなんかは、サスペンションの方まで衝撃がいっちゃって、ロッドが歪んでたりとかってあるんですよ。だからそうなってくると、もうわかるよね。そのまっすぐなやつが、ふにゃってしてるね。そう、言わずもがなですよね。まあそういうのなんかもありますので、適正なサスペンションの動きをしないとか。全力で力を出してくれない。そう。性能をフルに発揮できないし、あとは何よりシールがいかれちゃう。っていうのがあるんで、そうするともう、せっかく中古で安く買ったはいいけども、結局アブソーバーだけ交換ってなると、時間もかかるし、手間もかかるし、お金もかかるしで、もう何もいいことないんで、よくね、サスペンション、中古で買って失敗したっていう人多いんで、サスペンションはね、私は本当に新品買った方がいいと思う。まあ中には、某大手メーカーさんで、新品で買ったんだけど、買って3日で抜けちゃったっていう人なんかもいたけども。それだって初期クレームでしょ？初期不良。そう。だからそれで保証は聞いたけど、某緑色の車庫帳を売ってるメーカーさんなんだけども、そこら辺の車庫帳は、私の知ってる人で3日で抜けちゃったっていうのがいて。それ中華とかに国産とかは製造はもしかしたら中華かもしれないけども、一応まあ日本で活動してるメーカーさんで、それでも私はそれ聞いちゃったんで、そこのメーカーさんのは買わないようにしてます。なるほど。はい。もし買うとするならば、
アブソーバー。一番大事なんだね。あとは、バネの錆び。バネもあんまり錆びてると、まあ正直よろしかないよね。そうね。バネもヘタリってあるんで。そう、だから、そこら辺なんかは中古パーツで安かったって言っても、やっぱりちょっと心配だなっていうの。もうオーバーホール前提だったらいいんですよ。でもオーバーホール前提ってなると、なんだかんだ結構かかります。アブソーバーだけとかでも結構かかったりするんで。だから、私それだったらもう新品買っちゃおうかな。で、ほら、サスペンションって、アッパーマウントとかって言って、上の部分のピロボールとか、ブッシュが入ってるところがあるんですけども、そこがピロボールって言って、もうリジットになってるんですよ。そういうのなんかも結構ガタが出やすい部品なんで、そうなると、また結局そこを交換しなきゃいけない。で、そのピロボール交換するだけでも何万もかかるんですよ、また。かかるんですね。そう。だからそれなんかだったら、私はいっそのこと新品買っちゃった方が一番いいんじゃないかなと思います。そうだね。自分で取り付けられる人だったらいいけど、そうそうじゃないと工賃の2倍かかるもんね。そう、だから加工とか修理とかできんだったらいいんですよ。で、サスペンションのアブソーバーって結局自分でオーバーホールできないですから。買い替えないとダメですから。だから私は正直サスペンションは中古では買えません。なので視聴者の皆さんももし購入検討している方とかいらっしゃったら、ちょっとよく考えてから購入してみてください。はい。ということで、第7点はサスペンションでした。ちょっと、はい。さっきからね、はい。すっごい引きで頑張って撮ってんの。どんどん近いてくる。そう、どんどん、来て、こっち顔、こいや。そう、もっと前で。そう、もうここら辺まで来てて、そこにいてね。いいそこにいて、私振り返ると、こんなところで立ってるよ。で、もう壁ドンなのよ。壁ドン。別にババなんか相手にしねえよ。ちゃうよ。カツアゲされるんかなって言うけど。おう、だってよ。もう見て、こんな状況で撮ってんの。そんなキャラじゃないから。大丈夫。はい。ということで、第7点ね、サスペンションでした。ということで、中古パーツで買わない方がいいですよ、週7選でした。はい。追い込み方はこんな感じ。でも、結局何が言いたいのかっていうと、まとめで言えば、できれば中古パーツはやめた方がいい。まあもちろんね、コストの兼ね合いがあるから、中古パーツ買うんだよって思うんだけども、やっぱり中古パーツを買うんだったら、それなりの知識、または自分が直せる技術力っていうのが絶対あった方がいいです。で、自分で修理する能力が出てくると、車を触る機会が多くなるじゃないですか。そうすると、その車のコンディションっていうのもよく分かってくるようになるんで、それでマーブラックというのは、こういうふうに大した作業レベルじゃないかもしれないんだけども、これなんかを皆さんに少しでも、まあ私の知ってる知識だから大したことないんだけど、本当の専門家の整備士さんとか見てみたら、レベル引きとか、またやり方ちげえよとか、叩かれるようなコメントも出てくると思うんだけども、ただ私としては、こういう素人でも身近に作業できるんですよっていうのを知ってもらいたくて動画作ってますので、ぜひね、参考にしていただければと思います。ちょっと帽子ね、ずれてます。いつもね、右にかしこまりしてるから。そうなんですよ。ということで、最後ね、オフショットで、わらしべ長者で使ってるスティングレイ。ちょっとね、作業がだいぶ進んできましたんで、オフショットの方でご紹介しますけども、最後までね、ご視聴いただいて、誠にありがとうございます。ありがとうございます。はい。電気系は新品も買え。電気系だけじゃなくてね、今紹介した第7選は、特に私が気にしてる7選なんで、そこら辺は、まあ、新品を購入した方がいいんじゃないかなと、私の中では思いました。今、カエルさんがね、ものすごく、チャンネル登録者数、追ってきますんで、私も早く逃げないといけない。煽ってんなえ煽ってんなだって追いつかれたらええじゃん。なんだよ。だってせっかく逃げたから、もっと逃げ切りたいじゃないですか。でもそうやって、お互いにね、まあ、言い方悪いけど、お互いにまだ底辺 YouTuber の状態なんで、もっともっとね、仲良くしていこうね。そう、切磋琢磨でやっていければ面白いなと思って、今ね、すごく刺激されてますんで、カエルさん刺激されてますんで、これからもね、仲良くしていただければと思いますので、よろしくお願いします。そのごまは何
まあそれ冗談だけど。おっさんでやめな。なんかそのごまのすり方が昭和のおっさん、昭和ですか？笑うセールスマンがやるやつ。昭和のおじさんですよ。なんか文句ありますか？今、令和。令和。はい。まあそうですけどね。もう時代をまたいでる。スマートにね。はい。そんなこと言ったらあなただって同じですよ。なんだよ。ということで、最後のオフショットはもとより、最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。高評価やコメント、チャンネル登録と、あとは SNS の方、どうか TikTok、Twitter、Instagram やってますんで、ぜひ最後のエンディングのところにアカウントとか書いてありますんで、ぜひフォローの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら。ほい。違う、そういうの求めてる。はい。ということで、オフショットに参りましょう。レッツゴー。はい、ということで、オフショットのコーナー。はい。ということで、オフショットなんですけど、まあ、本来だったらメインの動画でやるべきなんですけども、わらしべ長者企画のスティングレイが、だいぶ苦戦を強いられておりまして、いろいろ直してます、今。相当直してます。M さんはね、ちょろちょろっと話聞いてるから、私の苦悩が分かってもらえると思うんですけども、いろいろね、やってます。今ね、ご覧になって分かる通り、まだ板金途中です。そうですね。そう。で、板金やってて、まあちょっと一回直したんだけど、やっぱちょっとクオリティ的に気に食わねえなと思って、もう一回今やってる最中です。こだわりの強い男ですからね。まあ本当にね、このスティングレイちゃん、手間かかってます。じゃじゃ馬ですか？もうね、今、修理費、修理費もう軽く2、30万いってます。P ですね、P。いやもう軽く超えてます。P でもう正直購入した額よりも結構超えてます。だからもう正直またこれも、どなたか購入してくれる方いたとしても、正直私、赤です。はい、なんでしらけるんですか？だからどうした？まあだからもう赤ですよね。だから本当次の車どうなっちゃうんだろうなんで、全然わらしべにならねえなって思うんですけど。まあでもね、今直してまして、まあちょっとね、今塗装とかしてるから、ちょっと汚いんだけど、もう正直ルーフも塗り替えました。はい。これ今ちょっともう埃とかすごいんだけど、これまた皆さんに、作業が終わった時には、皆さんにお見せする時にはもう相当綺麗になったんです。これはもうルーフ塗り終えてます。はい。ルーフも塗り終えて、今まあそのドアも板金する最中でしょ？ドア板。はい。ヘッドライトもこんな感じで、まあ細かく見せるのは本編でね、今度紹介したいと思うんですけども、もう、でもだいぶ綺麗になったでしょ。正直この感じでもまだ全然磨いてないんですよ。だから、もっともっとこれから綺麗になるんですけど、まあ今この段階でももう塗装のくすみないです。で、これ見て。これマーブラック金かけちゃった、本当に。やっちゃいましたね。金かけちゃいました。これ中見て、ほら。カメラだと分かりづらいんだけど、カーペットね、黒にしちゃいました。だからここら辺なんかもやっぱマーブラックのこだわり出てきてるんで。これは？はい。これはなんで？これはですね、今、マーブラック細かいから、この内装塗るときに、もちろんシートとか、パネルとか全部外したんだけど、全部外すと同時に、このペダル関係も全部外したんですよ。ペダルのカバー。で、よくここら辺って、土とかつくじゃないですか。あるある。そう、だから、これも全部、ブラシで綺麗に洗ったんですよ。綺麗だね。めちゃくちゃ綺麗でしょ。綺麗綺麗。で、ほら、たまに中古車屋さんとかで、白くね。ワックスとか塗っちゃう人とか、車屋さんとかあるんだけど、これにワックス？ツヤ出し剤。へぇ。ツヤ出し剤塗っちゃうところあるんだけど、ダメじゃないですか。滑っちゃう。ペダル滑っちゃったの論外でしょ。だから私はこれは、塗り物はしたくないんですよ。だから、これはもう本当に丹精込めて、ブラシでごちょごちょ綺麗に磨きました。洗いました。こんな図体でっかいおっさんが。M さん最近言いたい放題だな。だってこれ全部カットされるから。いや、使うよ。でもだいぶ綺麗になったでしょ。綺麗になった。なんか置いてあるから。だからこれは正直、次の購入者が見つかるまでは、このペダル使いません。これさ、つけないで使うのもありなのね。まあ使えなくはないけど。滑っちゃうね。そう、だから私はちゃんと、まあ基本移動しないから、ここに置いた状態なんで、だからこれは次の購入者決まるまでは、使わないんだ。使わない。ダメージは与えない。偉い。そう、だから、やっぱりほら、コンセプトは、マイカーなんですよ。なんかね、自分じゃなくて人のためにね。そう。綺麗事言うわけじゃないんだけど、自分の車だったらっていうのをコンセプトで触ってるんですよ。だから、カーペットなんかも、自分だったらどうするんだろう。自分だったらどうやって直すかな。自分の車だったらどうやって直すかなっていうのをコンセプトでやってるから、だから手間がかかる。金がかかる。
知らんわ。そう、だけど、逆言っちゃえば、それだけこだわってる車両なんで、ぜひね、スティングレー探してる方いらっしゃったら、これね、おすすめです。マジで、正直、売りにはもう、そんな総工費いくらかかったからって言って、そのまんまの値段で売るつもりはありません。もう全然しょっぴいた値段で売りますんで、もし欲しい方いらっしゃったら、早めの方がいいですよ。なんちゃってね。コメント欄にね、はい、あれやっといて、これやっといてってみんな書いた方がいい。そしたらね、無償でやってくれる。いやいや、それで買わない人いたら単なるバカだよ。そしたらさ、みんなで作るワゴンアートでかっこいいじゃん。まあね、そうなんだけど、やっぱ、先だとお金がないんで、買いたくても買えない部分があるんですよ。ただ、手間でどうにかできるのは徹底的にやってますね、今。ものすごくやってるんで、ただ、やりすぎると、人によっては下品だろうとかってなっちゃうから、できる限りのこと、あんまりその純正から極端に逸脱したのはやりません。一回正直、ボンネットも、TikTok とか Twitter の方では、投稿したんだけど、一回グラインダータトゥーやってるんですよ。グラインダータトゥーやったんだけど、やっぱそれだと購入者中では嫌な人もいるかなと思って、黒に塗り直しました。だから、ボンネットの塗装も新品なんですよ。だから、一番劣化しやすい、ボンネット、ルーフ、ハッチは、そう、後で見せますけど、全部塗り直してます。新品塗料、新品に塗り替えてます。ここもね、変わるからね。そう、だから、結構ね、耐久性いいと思いますよ。上がると思います。しかもちゃんとウレタン樹脂塗料で塗ってますんで。長く使ってほしいからね。めちゃめちゃ使いますね。また10年ぐらいは余裕で延長します。綺麗にされる方だったら、全然もう10年以上塗ってますんで。そう、だからなんとか頑張って、塗り替えてるんで、ぜひね、検討していただければと思います。最後、ハッチのスムージングミル。ちょっとね、まだ、磨き完璧に仕上がってないんで、まだ途中なんだけども。この間さ、塗ってたじゃん。で、徐々にこの表面仕上げになってきて、素顔が見れるかも、みたいに、見てたかもしれないんだけど、顔見えんじゃねみたいな。いや、見せません。見せます。ステルス YouTuber。で、最後のハッチですよ。ほら、ここにさ、あったじゃん。バックモニターのやつとか、ワイパーの穴とか。そこら辺も全部スムージングしました。で、もう1万円パネルで全て塗り替えたんで、色ぼけもありません。色の違いとかないんで、もうそのまんま、綺麗に。もうさすがにほら、ちゃんと塗り替えたものだから、コンコン叩かないですよ。今日は、ちゃんと映ってるよ。まだ磨けてないからもう。そう、まだね、荒削りなんで、これからもっともっとツヤも出るし、で、そう、ここのルーフスポイラーも、今外して塗り直してます。塗り直しました。そう、なんか家の中にあったね。そう。だから、相当綺麗に仕上がってますんで、かなりね、耐久性上がってます、外装。中も今すごく一新して、綺麗にやってる最中なんで。で、動画で上げた、ケルヒャーのカーペットクリーナー。で、シートの汚れも除去しますんで。でも正直シート外した時に、エアでバーっとは、普段届かないようなところとか取り除いてるんで、エアダスターで吹き出してるんで。あれほら、シート全部外してさ、画像あったよね。ありました、ありました。ね、あれさ、珍しいね。そう、全部、だから、今はもう、なんか見せられるけど、今はもうこうやって、綺麗にシートついちゃったじゃん。今、この内装パーツは洗ったばっかだから、まだつけてないけど。これもじゃあ綺麗にしたってこと？綺麗にしました。全部洗いました。偉いじゃん。そう、なので、すごいでしょ。なんか真っ黒でしょ。ちゃんとこの奥の方もね。当たり前じゃない。全部隅々まで塗ったもん。これシートってほんと綺麗だったから。これも塗ったんだ。どこ？これ。そうですよ。もちろんですよ。こっちはもともと。そう。これ塗ったんだ。そう、後ろは、ほら、ハッチの部分で連動しちゃうから、そうね。色が違うくなっちゃうじゃないですか。これ塗ってて。そう。あんまり触ると乾いてない。乾いてて。だから本当に、より一層マーブラックスタイル。これ何で塗ったの？これ水性塗料です。水性塗料。だから、シンナーの匂いなんかもしないし。どうやって塗ったの？ハケです。ハケとブラシと。ブラシも塗るの？ちょび。細かいところなんかは、ブラシ。ハケでやって。で、大まかなところはローラーでダーッと塗ってって。でも水性塗料だから、すごい嫌な匂いとかもしないんで、今は、乾かしてる最中だから、ちょっと匂いするけど、納車するときにはもう匂い飛んでるんで大丈夫です。全体的に。はい。黒いね。いいでしょ？
で、内装がほら、黒っぽいから。そう、これさ、この車、もともと黒とシルバーでね、統一変わったもんね。だから、なおさらね、カーペット黒に塗ったことによって、マットも黒っぽいやつだから、だからね、なおさら、マーブラックスタイルになってきて。男っぽいね。でしょ？なんか男の子チックな車両でしょ？そう、なので、これからね、もっともっと綺麗になっていきますんで、ぜひ、黒のスティングレがかっこいいなと思う方がいらっしゃいましたら、検討してみてください。ということで、まだ途中ですけどね、少しだけスティングレの紹介でした。新着情報。はい。それではまたお会いしましょう。さよなら。